皆様、本日はですね、こちらの鶏の胸肉を使ってやみつき黄金チキン作っていきたいと思います。パチ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 。はい。今回の料理もね、とっても簡単なんですけども、お酒とかね、ご飯にね、とっても合う、おつまみになっていますので、ぜひ皆さん作ってみてください。では早速作っていきたいと思います。まずは胸肉のカットしていきたいと思うんですけども、こちらね、まず常温に必ず戻しておいてください。胸肉はね、時間かけて焼いちゃうとすぐパサついちゃうので、常温に戻してあげてください。で、厚さは、そぎ切りにして薄い感じですね。こちらも焼く時間を、できるだけ短くするためにそうします。で、気になる方は、この皮、取っちゃってもいいです。僕たちは皮があってもそんなに気にならないので、皮付きでいきます。厚さ的に言うとこれぐらいかな。これぐらい。あってもこれぐらい。だから普通のもも肉とは違ってちょっと薄めになりますね。こんな感じ。これぐらいかな。ちょっとこれだと大きいかなって感じなんで、こういう場合はまた半分にこうやってやってあげれば全然大丈夫です。こんな感じでそぎ切りにしていきます。で、できるだけ均等にしてあげてください。均等の厚さでそぎ切り。あ、普通に皮取れちゃったな。皮取れちゃったから、僕たちも今回皮取っちゃうか。皮取っちゃいます。このまま焼いて塩コショウで食べても美味しいし、皮が苦手な方もいるんで、苦手な方はそのまま捨てちゃっても大丈夫です。いやもうね、胸肉はね、結構ね、僕たちの料理の中でも好評なんでね、ぜひ皆さん作ってみてほしいんですけど、コツはやっぱ焼きすぎないことと、やっぱしっとりね、柔らかくしてあげるってことなんで、そこをね、必ずできるように皆さんにお伝えできたらなと思います。こんな感じにそぎ切りにしたら、もう包丁使う作業は以上です。簡単ですね。今回はね、ほぼね、焼くだけでできちゃうんで、簡単ですよ、今回も。はい。そしたら、全部ボウルの中に入れます。で、下味をつけるんで、OK。ボウルに全部入れて、まな板片しちゃいます。では、下味つけていきたいと思います。まずは塩コショウですね。塩コショウ少々。で、お酒が大さじ2。続いてこちら、ニンニクですね。ニンニクチューブ小さじ1。小さじ1もいかないぐらいかな。これぐらい。小さじ2分の1ぐらいか。で、同量の生姜。で、匂いが気になる方は、ニンニク抜きでも大丈夫です。生姜だけでも。お弁当とかに入れにくくなっちゃうんでね。そしたら、軽くなじませます。混ぜて。はい、軽くなじませてください。で、今回はつけるとかもしないんで、ちゃんとしたソースもあるんで、漬け込む時間は特にいらないです。そしたら、卵を2個。これがね、黄金っていう名前になる、あれですね。卵2個。そしたら、こちら、小麦粉大さじ2。で、米粉。こちらを大さじ4ですね。米粉を入れるとね、油の吸収を抑えてくれて、よりヘルシーになります。こちら大さじ4。ない場合は、小麦粉だけでもいいし、小麦粉プラス片栗粉でもいいです。そしたらよく混ぜます。こんな風な感じになったら、下ごしらえ出来上がりなので、早速焼いていきたいと思います。では、早速焼いていきたいと思うんですけども、まずはフライパンに火をつけて、中火ぐらいかな？中火ぐらい。では、熱したフライパンにこちら、米油ですね。はい、こちらを入れます。米油がない方は、サラダ油でもいいんですけども、米油使うと、やっぱりヘルシーに仕上がるんで、持ってる方はぜひ使ってみてください。
はい。今回揚げ焼きにするんで、少しね、たっぷりめの米油でいきます。で、よく温めてください。これぐらいかな。こんな感じで気泡が、菜箸を入れてみて、気泡が出たら、OK のサイズですね。サイズじゃない、合図ですね。では早速焼いていきたいと思います。一気に温度が下がるんで、最初だけちょっと強火で。で、焼くときはもう大量にして無理をするんじゃなくて、少し余裕がある感じで、ひっつかない程度に。今回の量だと3回か2回ぐらいには分けないとダメかな。はい、そしたらとりあえず1分30秒ぐらいで、強めの中火ぐらいで大丈夫だと思います。もういい焼き色もねつけたいんで。ただ長い時間焼いちゃうとやっぱり水分が抜けてパサついちゃうので、そこだけはね注意してあげてください。では1分30秒経ったのでひっくり返してみます。もう完璧。揚げ物やってる時とかはね、それちゃんと伸ばしておいてあげてくださいね。油跳ね怖いから。ここまで来たらひっくり返した時にはもうちょっと中火のほんと中火ぐらいでいいかな。ではまた1分30秒経ったんでちょっと見てみます。いい感じ。めちゃくちゃいい感じ。そしたら一回バットに乗せて、余熱であとは中まで火を通してあげてください。その間に、次のやつもどんどん焼いていっちゃいます。うわー、2回で終わらしたかった。少し残っちゃった。まあいいや。はい、これでまた1分30秒。だいぶね、油が温まってきたら、強めの中火じゃなくて普通の中火で大丈夫ですよ。ちょっとね、端っこの方見てもらうと分かると思うんですけど、この端っこの方がね、ちょっとね、焦げ色がつくんですよ。いい感じの焼き色が。そしたらね、いい感じに焼けてるっていう証拠なんで、そちらを参考にしてひっくり返してみてください。なんで時間はね、お使いのね、フライパンによってだいぶ少し変わる。まあ30秒ぐらいは変わるかもしれないですけど、とにかく焼きすぎないようにだけ気をつけてください。ただ中までね、火通さないと危ないんで、分厚く切っちゃったよっていう方は、もう少し長めに焼いてあげてください。はい、ではひっくり返します。こんな感じで、はい、もう完成なんで、とりあえずあとはソースを作っていきたいと思います。で、油はろ過するね、油をね、保存できる方がいる方はそちらに入れて、ない方はもうキッチンペーパーとかで拭き取って捨ててあげてください。では最後、ソース作りですね。綺麗に拭いたフライパンに大さじ4のマヨネーズ、そこに、はい、こちらオイスターソースですね。これが味の決め手になりますね。オイスターソース大さじ1で、ここにさらにコクをプラスするために小さじ1のあごだしで、さらに大さじ2分の1の醤油で、最後こちら砂糖ですね。こちらは、ラカントとかにしていただけると、さらに糖質が抑えられていいんですけど、僕たちは普通に砂糖を使います。こちらを大さじ2分の1。そしたら、中火ぐらいでよく混ぜてあげて、で、今回のソース、これ、お肉に合わせてつけようと思ってるんですけど、めちゃくちゃサラダにも相性がいいんで、サラダたくさん食べる方は、これの倍量作って、サラダとかにかけても全然美味しいです。こちらで、やみつきソースも完成です。で、実際こちらにね、チキンをあえて食べていきたいと思います。お弁当に入れる方はこのままあえて、入れちゃってもいいんですけど、直前に食べた方が、サクふわ感も味わえるんで、僕たちは直前につけて食べたいと思います。じゃあ、早速実食していきたいと思います。
では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。はい、じゃあまずは乾杯。乾杯。乾杯。冷えてんな。じゃあまずはこうちゃんから。いいっすか。はい。で、今回の、あれ、ソースどこ行った？これ、ソースはこれなんですけど、お酒を飲まれる方は、あえた後にこれ、黒胡椒をかけてあげても、めっちゃ美味しいです。締まるんで。これじゃあ、つけた方がいい？つけずに。つけずに食べても美味しい。じゃあ、いただきます。まず、普通に。めっちゃ下味しっかりしてるじゃん。うまい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 。で、衣が軽やかでしょ。薄衣なんだけど、多分音は入ってないかもしんないけど、サクふわってしてるんですよ。じゃあ、タレでいただきます。タレつけたらやばい。俺はもう、タレをつけた方が好き、圧倒的に。そうだね、間違いなく。おかずになるよ、本当に。じゃあ、いただきます。いや、胸肉か。これ胸肉なんだよ。すごいでしょ。じゃあ、いただきます。うまいわ。うまい。ほんとチキンナゲットみたいなふんわりしてるんだけど、ご飯のおかずになる味なんだよ。そう表現うまいな。うまい。色も綺麗だし。マジでうまい。うまい。で、今回のソースだったら、野菜と一緒に食べてもめちゃくちゃ美味しいです。ドレッシング代わりにもなる。これはうまい、本当に。これ絶対うまいよ。俺もやっていい？それちょっと多めにつけて。それやばいでしょ、それ。俺もちょっと多めにつけよう。うまい。ちょっと俺も食べたい。いただきます。うまっ。サラダが苦手でもめっちゃ食べられる、これなら。生姜焼きにあるキャベツとかさ、そういう感じの、そういうレベル。あってほしい野菜みたいな感じ。いやでもこのタレが本当美味しい。嬉しいね。めっちゃ美味しい。うまいよね。俺もこのソースだったら野菜食べられるんだよね。で、ソース結構しっかり味ついてるから、ほんと少量で野菜も結構な量取れると思うよ。今回ちょっと少ないけどさ、野菜の量が。もっとたくさんあっても全然大丈夫。野菜スティックとかのソースでも全然うまいです、このソース。まあ、ご飯が進んでる。黒胡椒かけていい？オッケー。ありがとうございます。いただきます。俺も。黒胡椒かけて食べたかった。これだったら低糖質だし、あと米粉使ってるプラス米油なんで、さらにヘルシーに食べられます。まあない方はね、もちろん普通に小麦粉とか片栗粉とか普通の油でもいいんだけど、まあ胸肉だしね。まあ削りたてっていうのもあるんだけど、風味とやっぱあとね、パンチもきって締まる味がめっちゃね。胡椒ありよ。うまいね。うまい。もうソースなくなっちゃう。マジでうまいな。なんか脂っこさがないからさ。ないね、全く。いくらでも食べられる味してる。めっちゃ野菜取っちゃった。ソースが寂しそうな顔やめてくれる。うまい。本当に美味しい。バーベキューソースとかにつけても美味しいかもね。で、ケチャップだけでも、めんどくさい方はケチャップだけでも十分美味しいです。
ということで、本日はですね、やみつき黄金チキンを作らせていただいたんですけども、こうちゃんのね、鶏チリマヨがマジでもうめちゃくちゃ大好評なんで、僕もね、それに負けないぐらい美味しいね、チキンをね、皆さんに、教えできたらなと思って今回作ってみました。どうでした？めっちゃ美味しかった。本当に美味しかった。で、まあ、ご飯のおかずにもなるし、全然本当おつまみとかさ、ちょっとお酒のあてとかにもめっちゃいいと思うんで、ぜひぜひって感じ、本当に。ありがとうございます。あと、何よりこのソースがね、今回足らなくなるとは思わなかったんですけど、倍量作ってあげても、今回の量だったらいいかもしれないです。特にもっと野菜があるとね。そう、野菜があるときは。はい。そんな感じでございます。多分ね、お子さんもめちゃくちゃ大好きな味付けになってると思うんで、ぜひ皆さん作ってみてください。以上になります。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。